ラティオスにラティアスは必須なの？ジャスパルと申します。今回は単体でも強そうなラティオスがラティアスなしでも活躍できるのか考えてみたいと思います。結論から言うと単体でも活躍できると思うんですが、なるべくならラティアスが一緒にいた方がいいだろうってことで、2人の絆の力チェックしていきましょう。絆の力の解放が待ち遠しいですね。それでは参ります。ということで、まず最初に非常に分かりやすい表をレノンクスさんがポストしていましたので、こちらを引用させていただきたいと思います。流星群の性能比較なんですが、グラフの一番左、ラティオスとラティアスが一緒にいるとき、ドラゴン2匹だけの場合、合計で集める木の実の量は 187.6 個となっております。ドラゴンの木の実158個の中にラティアスの分と絆の力の分が含まれてますね。この木の実の量、ラティアス抜きでラティオスとドラゴン3種類のフォース流星群の時の 185.1 個を超えてるんですよね。はちゃめちゃです。そしてラティアス抜き5種のフィフス流星群でわずかに追い越せるくらいになっているので、基本的にはラティアスがいた方が流星群も進化を発揮しやすいと考えていいでしょう。現実的には2匹のレベルを上げるのがめちゃくちゃ大変だったり、厳選が恐ろしく大変だったり、別のハードルがあるんですが、とりあえずラティアスがいるとラティオスはちゃんとパワーアップするぜってことで覚えておきましょう。なおシミュレーションの設定はこちらとなっています。スキル確率アップ M を持つラティオスの想定となっていますね。で、こちらラティアスの癒しの波動は発動なしの想定になっております。なので実際にはこれに癒しの波動の回復やお手伝いサポートが乗ることになるんですが、ではラティアスとラティアスの代わりに別のヒーラーなんかを用意した場合ではどんな結果になるでしょうか。超ざっくりではあるんですが見ていきたいと思います。ということで最強のヒーラーに来てもらいました。サーナイトレベル60、食材 AAA、スキル確率アップ M、 お手伝いボーナス、お手伝いスピード M、 性格生意気、ほぼ理論値みたいなバケモンの中のバケモンですね。こちらとスキル確率アップ M のラティアスで戦ってもらおうかなと思います。ってことでまずはドラゴンチーム見ていきましょう。ラティアス、ラティオス、ボーマンダ、チルタリス、オンバーンです。食材の評価がちょっと難しかったりするので、今回はエナジー寄りのポケモンたちに来てもらいました。全員レベル60で、ラティアスとラティオスはスキル確率アップ M、 スキルレベル6、他3匹は木の実の数 S を持っていたり、オンバーンはスキルレベル7にしてあったりします。元気の設定現実的で、睡眠時間9時間3食付きの設定です。このチームがフィールドボーナス 85% のアンバー渓谷で稼ぐエナジーが1日54万6783エナジーとなっています。料理は除いてあります。それではラティアスをバケモンサーナイトに変えてみましょう。こちら1日53万9708エナジーってことで、ラティアス僅差で勝利です。これはどっちを褒めたらいいんでしょうかね。そもそも木の実一致じゃないサーナイトでここまで肉薄しているというのも恐るべき事態な気がします。このレベルのバケモンサーナイトであればスキル確率アップ M のラティアスと同等レベルで強いらしく、ラティアスがレベル60になるのってまだまだ先の話なんじゃないかと思うので、基本的にはサーナイトを編成して寝る時だけラティアスを編成するとかでもいいかもしれませんね。一応エナジーに見えないところでボーマンダのスキル期待値がサーナイトの方が高かったりとか、回復量は圧倒的にサーナイトの方が上になっているので、寝る時に育成したいポケモンにチーム編成を変えやすかったりとか、食材の量に関してはお手伝いサポートがある分ラティアスの方が多かったりとか、細々した差があるのでなかなか一概には比べられないんですが、バケモンクラスのサーナイトをお持ちであればラティアスやラティオスの厳選基準がおのずと上がっていきそうですね。逆にスキル確率アップ M であのサーナイトに一応勝てるラティアスの絆の力も凄まじいなと思います。なおさすがに1匹目のラティアス、いわゆるお通しラティアスではバケモンサーナイトには勝てませんでした。勝っていたら厳選とはという話になりかねませんのでとんでもないことなんですけど、ちなみに私のスキル確率アップ M せっかちサーナイトレベル64はお通しラティアスにも割と余裕で負けましたそれくらいの差はあるので、ドラゴンチームであればさすがにラティアスとんでもないパワーを秘めていると評価できるんじゃないかなと思います。
ってことで、ひとまずドラゴンチームでは存在感を見せたラティアス、ここからドラゴンを少しずつ減らしていきたいと思います。ってことで、オンバーンをバタフリーにチェンジしてみました。アーボックだと元気チャージがあってヒーラーの力があんまり必要ないとか、鈍足なのでラティアスのお手サポと相性がいいなど、ラティアス有利なポケモンと言えなくもないかなと思ったので、バタフリーで見ていこうと思います。ってことで、まずはラティアスチーム、総エナジー1日で51万5393エナジー。続いてサーナイトチーム、50万4768エナジーってことで、ラティアス勝利です。このまま勝ち続けることができるんでしょうか。続いて見ていきましょう。それでは次はチルタリスを再びバタフリーにチェンジしてみたいと思います。ドラゴンタイプかつ元気チャージと鈍足効果力ってことで、この交代はラティアス側にとって激痛となりそうです。ってことで見ていきましょう。まずはラティアスチーム、エナジー49万6707エナジー。一方サーナイトチーム、49万9358エナジーってことで、サーナイトチーム勝利です。ここでついに逆転を許しましたラティアスチーム。やはりチルタリス激痛ということで、もともと回復量的には心もとないラティアスなので、海竜やチルタリスなど元気チャージのポケモンと相性が良さそうだなと皆さん思ってたんじゃないかと思うんですが、その通りというべきか、チルタリスの抜けた穴は大きいみたいですね。さあ、それでは最後はボーマンダまでもバタフリーに変更していきます。これでドラゴンはラティアス、ラティオス2匹だけ、サーナイトチームではドラゴンはラティオス単体となります。ってことでラティアスチームは46万6889エナジー。一方サーナイトチームは46万8833エナジー。サーナイトチーム勝利です。最後もわずかな差ですが、サーナイトチームの勝利ということで、バケモンみたいなサーナイトがいるのであれば、ラティオス短期での採用でも十分に活躍させることは可能なのかなと思いました。一応短期でもキノミエスボーマンダくらいであればエナジー的にも超えてきますのでね。ただしボーマンダの鍋拡張はエナジー換算されていない状態ですし、達米厳選を頑張れるのであればもっと強い子を育成することも可能でしょう。そこはご注意ください。てな感じで今回はね、めちゃくちゃ極端な例を見てきたわけなんですが、ここまでを超ざっくりまとめてみましょう。まず基本的にラティアスとラティオスは一緒に編成した方が強いです。ここはもう分かりやすいので言い切っちゃいましょうかね。一緒に編成した方が強いです。2匹ともぐーっとパワーアップされます。そして当たり前のことではあるんですが、ラティアスもラティオスも他のドラゴンタイプと相性がいいです。ラティオスはドラゴンの種類が増えることで徐々にパワーアップされますし、特にラティアスとチルタリスの相性なんて最高でしたよね。今回は食材に関しては見てこなかったんですが、元気チャージの海竜もチルタリスと同じだけ足の遅いジジイロンも相性がいいです。一方バケモンみたいなヒーラーを育成されている方はいっそラティ兄弟編成にそこまでこだわらなくてもいい可能性がありそうです。なんならすでにボーマンダを複数匹育成してて、さらにバケモンヒーラーもいるみたいな方もいらっしゃることと思うので、そういった方はラティ兄弟の厳選基準はおのずと結構上げることになるんじゃないかなと思います。まあ言われなくてもだとは思うんですけどね。そして個人的にはこの結果を受けてラティアス、ラティオスはやはり無課金とか理課金くらいの方におすすめできるポケモンなんじゃないかと改めて思いました。それなりのサブスキルでもそこそこ強くて、バケモンヒーラーがいなくてもなんとかなって、ボーマンダを複数匹育成したりするのはリソース的に大変みたいな感じで、まあ相性の良さげな要素が揃っているのかなと思いました。ぜひとも今回のイベントでどちらともゲットを狙ってもらって、ドラゴンのポケモンたちも合わせて探してみてください。皆さんに素敵な出会いがあることを祈っております。そんなラティオスにラティアスは必須なのでした。皆さんのチームではラティアス、ラティオスうまいことを採用できそうでしょうか。短期での採用を考えてますとか、バケモンたちをたくさん引き連れてる方の厳選基準なんかもあればコメントで教えていただけますと幸いです。お待ちしております。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりまして、とてもダイレクトな支援となります。何卒ワンアクション頂戴できますと幸いです。いつもたくさんの応援ありがとうございます。
それでは引き続きラティオスと心の雫楽しんでいきましょう。皆さんに素敵な出会いがありますことを願っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。